一言でね感想を言ってしまうと、もっと早く買えばよかったです。どうも皆さんこんにちは。今これ収録してるのが大晦日なんですけど、おそらくねこの動画出来上がるのが年越すと思うので、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。本当は年末に動画出すつもりだったんですけど、今日のトピック、このプリンターがねあまりにも楽しすぎてずっとプリントばっかりやってたら動画撮る時間がなくなっちゃいました。というわけで今日はこのプリンターについて話をしていきます。でちょっとね内容が長くなりそうだったので、今回から3回に分けて動画アップしようと思ってます。今回は1回目なので、まずこのプリンターを使ってみた第一印象について話していきます。で次回2回目は紙の種類についてで、3回目は結構ねインスタグラムストーリーズの方で質問いただいてた写真を収めるフレームについて話していこうと思います。ほんとつい最近この年末にこのプリンター買いました。まだね家に来てから3、4日ぐらいしか経ってないんですけど、ちょっと使ってみたら本当楽しくて仕方ないっていう感じなので、今日はその使ってみた第一印象っていうかね感想を話していこうと思います。これエプソンの PX1V っていうモデルです。青が綺麗とか白黒が綺麗って言われているモデルです。前から買うならこの機種にしようとは思ってたんですけど、一応ね念のため購入前にキヤノンの同等機種と比較したいなと思ってお店の人に聞いてみたら、キヤノンの同等製品は今なんか部品不足で生産停止中ということで、結局ね比較することなくこれを購入しました。写真プリンターこの 1,2 年ぐらいねずっと買おうかなどうしようかなって迷ってたんですよ。でその迷ってた一番大きな理由が、家でプリントしてちゃんと思ってる色に印刷されるのかなっていうところでした。色の再現性っていうのかな、要はいつもパソコンとか iPad で見ている写真の色がそのまま出てくるのかなっていうのがねすごく心配だったんですよ。今まで某有名メーカーがやっているちょっとお値段高めのプリントサービスに出してみたり、それからフォトブックをね作ってみたりとかしてみたんですけど、いざプリントものになって仕上がってくるとパソコンで見てた色とか雰囲気と全然違うものになって出来上がってきて、正直ねがっかりするっていうことが多かったんですよ。これサービスのクオリティが悪いって言っているわけではなくて、そもそもモニターで見ている色と印刷物の色を合わせるのってすごく難しいことなんだなっていうのが分かったっていう話です。というわけでモニターとプリントの色をきっちり合わせたかったらカラーマネジメントモニターを買うのが先なんじゃないかなと思って、結局ねプリンター先延ばしになってました。でも常にプリンターのことは気になっていたので、時々ねそういう情報を見たりとか読んだりとかしてたんですけど、そういった情報を見たり読んだりしている時にこの機種であれば iPad で見ている色味とほぼほぼ同じ感じでプリントできるっていう情報があったんですよ。それならぜひ使ってみたいなと思ったのがこの機種を選んだ理由です。家に届いて早速 iPad と接続してプリントしてみたんですけど、これが本当に iPad で見ている色とほぼほぼギャップのない感じで印刷できていて、1枚目すり終わった時にこんなに簡単にできるの、もっと早く買えばよかったって思いました。ちなみに私が使っている iPad そんなね最新のものではなくって iPad Pro の第2世代です。プリントする前は最悪、思った色が出なかったらなるまで設定を変えてすり直そうぐらいに思ってたんですけど、そんな心配全くいらなかったです。というわけで1枚目すり終わっての感想が、なんでもっと早く買わなかったんだろうっていうね、そっちの後悔がすごかったです。プリントにはエプソンの iPad 用のアプリを使ったんですけど、 iPad とプリンターを Wi-Fi でつないで紙の種類、紙の大きさ、プリントのクオリティ、あとレイアウトとかを選んで印刷ボタンを押すだけです。設定とか色合わせとかもっと細かくやらないといけないのかなと思ってたので、こんなに簡単に設定ができるっていうのもね驚きでした。で紙によっても仕上がりの印象が全然変わるということで、紙もいろんなタイプを買ってきました。一応お店でサンプル紙を見て選んではみたんですけど、実際使ってみないと自分の好みもわからないかなと思って複数の種類と大きさを買ってきました。私が写真をプリントしたいと思った主な理由が、自
分が撮った写真を額に入れて自分の部屋に飾りたいっていうことだったので、このプリンターでできる一番大きいサイズA3 のびとかもね買ってみました。ただ A3 のびのアート紙となるとちょっとね一枚一枚紙の価格も高くなるし、それからこれプリンターの価格そのものよりもインクの価格が結構高いので、A3 のびプリントしようとするとねインクの消費量もすごいんですよ。なので A3 のびのプリント絶対失敗したくないっていうことで、今のところでねまだ1回もやってないです。今はまだ小さい紙で様子見をしているっていう感じで、メインで使ってるのが 2L サイズで、あとね A4 サイズ、それからはがきサイズです。今度 A3 のびにプリントしたらインスタグラムストーリーズの方にアップするので、よかったらね見てください。今回このチャンネルを初めて見たという方、このチャンネルでは写真とかカメラとか動画撮影に関する話、それからそれらにまつわる機材のレビューとかをやってます。よかったらねチャンネルフォローお願いします。で、今の時点では A4 サイズ、2L サイズ、それからはがきサイズを全部合わせて20枚程度印刷したっていう状況なんですけど、すでにこのプリンターの使用感として一つ気になったことがありました。それがね、ホコリ問題です。このプリンター A3 のびまでプリントできるのに、こんなにねコンパクトでデザインもシュッとしていてかっこいいんですけど、めちゃめちゃホコリが目立ちます。一応これ使っている場所は毎日掃除している場所なので、そんなにねホコリが特に多い場所っていうわけではないんですけど、目に見えなくてもこう空中に浮遊しているホコリってありますよね。ボディカラーが黒いのでホコリがより目立ってしまうっていうのはあると思います。今ここでね話してるだけでもホコリがねどんどん落ちてきてるんですよ。で、この本体の上に乗ってくるだけだったら掃除すればいいっていう話なんですけれども、このね球歯エリア、この中にもホコリが入ってくるんですよ。なのでプリント面にホコリがくっついちゃってるっていうことがあります。すり上がりの表面チェックしてたらホコリが紙に乗ってたんでしょうね。その上からインクが吹き付けられているので、そのホコリがねもうそこに固定されて固まってしまっていたり、別のケースではホコリの上からインク吹き付けられてはいたんですけど、出てきた時にまだ固まってなかったのかな、ブロワーで吹き飛ばしたんですよ。そしたらそのホコリが乗ってたところってインクが乗ってないので、紙の白い点みたいなのが出ちゃってて、なんかちょっとがっかりだなっていう風に、ね、なったりしました。それがすでにね 2,3 回あったんですよ。なので印刷する時はここのね球歯の部分に大きいビニール袋をかぶせて、印刷中はそこにホコリが入ってこないようにしてます。ただちょっとそのビニールをかぶせて印刷するっていう行為がこのプリンターに悪影響ないのかなと思ってね、ちょっとそれがね心配です。ビニール袋をかぶせて印刷し始めてからは表面にホコリがついてたっていうことはないので、ある程度の効果はあると思います。ちょっと本当にこの機材に何か悪影響があるかもしれないでおすすめではないですよ。このホコリ問題はね、ここがオープンになってるので仕方ないとして、このプリンター買って本当に良かったし、めちゃめちゃ楽しいです。この時代ですので写真はデジタルで完結しているっていう方がほとんどだと思うんですけど、プリンター買おうかどうしようか迷っているっていう方がいらっしゃったら、ぜひねこの動画参考にしてもらえたらなと思います。次の動画では買ってきた写真プリント用紙の話をします。ぜひまたご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。